はい皆さんこんにちは。今日は誰が使用しても必ずピカピカに光る自作ジグを制作しましたので、そちらの紹介動画を投稿していきたいと思います。でそのジグなんですけど、普段普通に溶接をするときに付き合わせ溶接をしていて、裏波溶接をした際などは1層目はかなり表面が焼けていて酸化に近い状態になっていると思うんですけど、その状態になっていると大体皆さんカップワイヤーなどで表面を磨いてから2層目の溶接をすると思うんですけど、そのジグがあれば一切酸化していなくて2層目のノリがとてもいいので、カップワイヤーで磨く必要もないぐらいとても焼けにくいです。で今回は最初にそのジグを使用して、まず 5mm のステンレスの板を溶接していきます。で比較をしていきたいので、ガスレンズの8番でガスレンズの大口径ノズルの12番で自作ジグで3本ビードを引いていきたいと思います。でその後に実際にパイプにも同じようにガスレンズの8番を使用して、次にガスレンズの12番を使用して、最後に自作ジグで溶接をしていきます。でその後に15番ノズルを使用して、実際に裏波を出す溶接をした時にかなり表面って黒くなると思うんですけど、普通のガスレンズノズルで一番大口径なのが15番なんですけど、15番ってガスレンズの8番とかと比べるとかなり焼けにくいんですよ。その15番を使用して裏波溶接をした時の表面の焼け具合と、裏波を出す溶接をした際の自作ジグでの表面の焼け具合を比較していきたいと思います。なので一番焼けにくい15番と自作ジグでの焼け具合の差がとてもあるとしたら、自作ジグは本当に焼けないのでかなり便利な道具だなと思います。あと動画の後半には実際にそのジグを使って今まで製品を溶接してきたんですけど、その製品の溶接ビードの写真なども載せていますので、よければ後半の過去にジグを使用した製品の溶接も見てみてください。それと最近いろいろと忙しくて動画投稿がかなり遅くなってしまい申し訳ございません。あと自作ジグの方の細かい質問等は概要欄に貼ってありますインスタグラムのダイレクトメッセージかメールアドレスの方を載せていますので、そちらで質問等をしてください。なので細かいことは個人的な質問の方でお願いします。なので今回自作ジグの方は少しモザイクをかけさせてもらっています。それでは実際にジグを使ってどれぐらい焼け具合に差があるのかを比較していきたいと思います。はい、まずこれが今回使用する8番ノズルと12番ノズルと、一番左のモザイクをかけているのがノズルに取り付けるタイプの自作ジグです。この3種類を使用して、まずはじめにこちらのステンレスの板を溶接して比較していきます。今回板の溶接は焼けを比較するために全て同じ電流 120A で統一して、溶接スピードもなるべく同じくらいを保って溶接していきます。あとガスの流量は今回全て15くらいで溶接しています。はい、次に12番の大口径ノズルを使用して溶接していきます。この大口径ノズルなんですが、ジグがなくてもある程度は焼けを抑えて光らせることができます。このノズルを使用して紹介している動画を投稿していますので、よければ視聴してみてください。概要欄の方にこの動画にすぐ飛べるよう URL の方を貼っておきますので、気になる方はそこを押してみてください。はい、次に自作ジグで溶接していきます。この自作ジグのメリットを解説していきます。まずメリットなんですが、高電流で溶接してもピカピカに仕上がり、一切酸化したり黒くなりません。なので1層目で裏波を出して2層目を溶接するときなどにワイヤーブラシなどで磨く必要もなく、そのままスムーズに2層目の溶接をすることができます。ちなみに今回の自作ジグでの溶接は全てガスレンズではない純正ノズルの7番を使用しています。普段の溶接にガスレンズでもない7番を使用すると光らせるってことはなかなかできないのですが、ジグをつけるだけでそれが純正ノズルの7番でも可能になります。それとこのジグは壊れるようなものではないので、一度作っていれば一生ものかなと思います。もっと細かく解説するとメリットはまだあると思うんですが、大きいところで言うとこんな感じかなと思います。はい、こちらが3種類のパターンで溶接したビード外観です。まずこちらが8番ノズルを使用したビードです。一応映像にはなかったんですが、棒を入れずにウィービングと棒を入れてウィービングの溶接もしています。でこれが12番ノズルでのストレートのビードです。
でこれが棒なしウィービング、そしてこれが棒を入れたウィービングです。やはり8番と12番でも焼け色には差がかなりあるのがわかると思います。12番の方がかなり色が綺麗です。そしてこれがジグを使用したストレートです。棒なしでも棒を入れても12番よりもかなり光っています。ストレートが特に色の違いが分かりやすいと思います。8番は見て分かる通り、この電流ですと黒くなって表面が酸化しています。はい、次にこちらのパイプで比較していきたいと思います。今回4インチの板厚 3mm のパイプで溶接しました。板厚 3mm のパイプはなかなかすぐに熱が加わるので光らせることが難しいですが、ジグを使うとどれくらい光るのかに注目してみてください。それでは先ほどのパイプを溶接していきます。まずは8番を使用して板の時と同じ電流で溶接していきます。今回板とパイプで検証してみたんですが、ジグの角度の問題だと思うのですが、パイプの方が焼け方の差がはっきりと分かりましたので、この後の比較の映像に注目してみてください。はい、次に12番で溶接していきます。この映像を見る限りでは8番も12番もプールには何の違いもないです。はい、最後に自作ジグを使用したパイプを溶接していきます。こちらもプールなどには何の違いも分かりません。はい、それでは実際に比較を見ていきたいと思います。こちらがストリンガー法でのビード外観です。8番と12番が少し焼け色に差があるなって感じで、ジグは圧倒的にビードが焼けていないのがわかると思います。普通のノズルで 3mm のパイプに溶接してこの色になることは絶対にないので、このジグは結構すごいと思います。はい、次に8番を使用して実際に2層目や仕上げの溶接をするときと同じような感じで棒を入れてウィービングで溶接していきます。今回使用している棒の径はすべて 2.4mm です。今回はジグの紹介と焼け色の比較の検証動画なので、ウィービングは雑にしています。次は自作ジグで溶接していきます。先ほども言いましたが、電流はすべて 120A で溶接しています。それでは仕上げの溶接をする場合と同じ状況で棒を入れて溶接したビード外観を見ていきます。ウィービングもストレートと同じくかなり光り方に差があります。これだけ光っていると酸線などをしてもすぐに焼け色が取り除けますし、見た目的にも綺麗に見えます。はい、こちらが今回の比較のビードです。右から8番、12番自作ジグの順番です。これが棒を入れていないウィービングです。で、これが棒を入れた状態のウィービングです。あと、今回大口径ノズルは12番を使用しましたが、同じ方法で一番大口径の15番ノズルでも溶接してみたので、そちらを見ていきます。15番はやはり自作ジグとはとても差がありますが、8番などと比べるとかなり焼け色が綺麗です。それでは最後に15番ノズルと自作ジグを使用して裏波溶接をしていきます。まずは15番です。今回の動画では検証がメインですので、裏波を出すといってもバックシールはなしで、付き合わせではなく買い先のないところで裏波を出していきます。
裏波の出し方を気になる方は僕のチャンネルのいろいろな動画で紹介していますので、そちらを視聴してみてください。しっかりとプールが揺れたら棒を入れて進むという方法を繰り返しています。この方法を8番ノズルなどでするとしっかり炙るので黒くなるので、15番と自作ジグでしっかり炙った場合どうなるかを見ていきたいと思います。次は自作ジグで先ほどと同じ方法で溶接していきます。先ほど言うの忘れてましたが、使用している棒は 1.6 の棒です。それでは外観の仕上がりを見ていきたいと思います。こちらが今回の裏波を出した場合の比較です。下が15番ノズルで、上が自作ジグです。裏波を出しているのでしっかりへこんでいるのがわかると思います。大口径ノズルで一番光りやすい15番を使用しても裏波溶接となればこれだけ焼けているのですが、ジグの場合は焼け色に黒い部分が一切ありません。これでジグがどれだけ焼けないかが分かったかなと思います。一応内側も見ていきますが、このような感じでシールしていないので分かりづらいですが、裏波は出しています。両方同じくらいの裏波の出具合だと思うので入熱量は変わらないかなと思います。15番で先に溶接をしてパイプに熱がある状態でジグで溶接していますので、それでもこれだけ光ればジグの性能的には効果がしっかりあるかなと思います。はい、これで検証は終わりになります。次に今までこのジグを使用して実際に仕事をしてきましたので、ジグを使用しての今までの製品のビードを紹介していきます。こちらが4インチの板厚 3mm のパイプを RT 検査があったので2層で仕上げたかったので裏波を出した1層目のビードです。こちらが2インチの板厚 3mm を1層仕上げで溶接した時のビードです。こちらは4インチの板厚 3mm を1層仕上げで溶接した時のビードです。これも先ほどと同じで1層仕上げです。これは4インチ板厚 3mm のパイプの2層目をウィービングで仕上げた時のビードです。ジグでウィービングをするとこのような色にも簡単になります。これは先ほどと同じ内容のパイプをウィービングではなく高めの電流でストリンガー砲で2層目の溶接を仕上げたビードです。こちらは1層仕上げです。パイプ径や板厚、ジグの角度などで焼け色がいろんな色になり、溶接していてとても楽しいです。はい、これで今回の自作ジグを使用してみての検証動画を終わりたいと思います。ジグについて気になった方などはインスタグラムかメールの方で問い合わせの方をお願いします。次回は TIG 溶接の基本級の試験 TN の F の溶接を一層仕上げで簡単に終わらせて合格できる方法を紹介した動画でも投稿しようかなと思います。なかなか高頻度での投稿はできませんが、投稿した際は見ていただけると嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。